越して約1ヶ月が経った。最近はビアレッティのマキネッタを使ってワイルドな雑味たっぷりのアイスコーヒーを飲んでいる。これが朝の日課だ。このワイルドさ、雑味マックスのこの荒々しいアイスコーヒーが最近の朝のルーティンであり、お好みである。さて、二ほどきも終わり、そろそろ YouTube で、ね、久しぶりに何かの動画を作ろうかなと思っているが、梅雨の6月、何を作ろうか、何を届ければ皆さん面白がって最後まで見てくれるか、どうしようか考えているか。そうだ、そうだ、6月だし、あれだ、あれを作ればいいんだ。そう、みんなもね、これだったら見るでしょう。そう、2025年とパソコンカタカタ、ブラインドタッチで上半期買ってよかったもの、家具とか寝具とかキッチンとか収納とか野外のやつとか植物とかいろいろもろもろ紹介しようかなと思います。とは言いつつも何を最初に紹介しようかな。そうじゃん。紹介すべきものたくさんあるじゃん。まずはこれ言ってみようじゃないの。まず一つ目はこちらです。ダイニングテーブル、カフェテーブルの丸テーブルでございます。さて問題です。テーブルって今何回言ったでしょうかということで、これ最高ですよね。妻が見つけてくれたわけだ。何がいいって、この足がね、ステンレスというかシルバーで、私こういうのすごい好きなんです。ヴィンテージ感があるというか、インダストリアルがあるというかね。そして天板なんだけどね、縁が見てこれ、ウッド。白い表面、なんていうか忘れちゃった。とりあえず見て、これこんな感じで、まあね、普段ご飯をここで妻と一緒に食べるというわけです。今回はですね、この動画用にですね、ちょっとヨーグルト食べてるんだけど、このヨーグルトめちゃめちゃうまい、小祝いのね、グルメファンっていうヨーグルトなんだけど、これ1個400円ぐらいするんだよ。すんごい高い。でもね、買っちゃった。そしてこの雑味のあるアイスコーヒーと一緒に飲むわけだ。このテーブルすごくね気に入ってて、リビングがですねより華やかにおしゃれに仕上がってるってわけです。飲み切ったんでそろそろ洗おうかなということなんですが、スポンジなんかもね最近変えてみました。こちらニトリのこの使い捨てのスポンジですね。自分はねこれ2枚をごっそり1枚にしてちょっと厚めに使うことによってよりね泡立ちよく洗っております。でこれね洗った後なんだけど、ここのねラック見て、これがまた良かった。珪藻土付きの水切りラックだね。このね洗ってね水滴ついたままのね、洗ったものとかは全部下の珪藻土が吸ってくれるちゅうわけでございます。見てちゃんと吸ってるでしょこれね。しかもこれね取り外しできるんで、衛生面もすごく非常に綺麗に保つこともできるし、珪藻土もね水分がねちょっとねこう吸うのが遅くなってきたなと思ったら、軽くね表面磨いたりすればまた元に戻るんで、非常に使い勝手もいいと。で場所もそらない取らないし、今回ですねそのアイランド型みたいなキッチンになっているんで、そこにね水切りラックドンって置いちゃうとちょっとね見栄えというかちょっと存在感大きかったんで、このコンパクトさがかなり最適解かなと思いました。ほら見て抜けがいいよねこの感じ。じゃあちょっとねそろそろ洗濯物でもしようかなっていうことで、次紹介するのがこれでございます。ヤマゼンから出ている突っ張り型のランドリーラックだ。これがまたすごくいい。洗濯機の上のデッドスペースを突っ張り棒を使っちゃって収納棚にしちゃおうという作戦で、すごくこれによって収納力めちゃくちゃアップした。これも妻が見つけてくれた。もうお気づきでしょうが、全部今のところ妻が見つけてくださいましてる。ありがとう。増してると言っちゃった。こんな感じですね。突っ張り棒の感じで、原理でこうやっていると。で、なんか結構ね、いろんなフック引っ掛けられる場所だったり、取り外しできるラックがあったりと、汎用性もすごく高いんでね、とにかくね、これによって収納力爆上がりです。さて、洗濯したんで、今日はね、梅雨の晴れ間のいい天気っていうことで、ちょっと洗濯していこうじゃないの。外を開けてみましょう。鼻毛がよく見えちゃってる。次紹介するのはこちら。ホームセンターのコーナーでおなじみの、こちら物干しラックです。
こちらですね、屋外でも使えるというところが最大の魅力です。さらにこれね、120センチの幅から約2メートルぐらいまでね、伸ばすこともできるんだよね。なので、かなりですね、多くの洗濯物を干すことができて、重さも10キロまで耐えられるんで、布団とかもそうだし、パンツとかもね、地面にくっつかない状態で干すことができるんで、これ最高でしたわ。さらに紹介するのはこちらですね。このキャンプ用品を今ね、しまっているこのラックだね。これがルミナスラック EX っていうものなんだけれども、こちらも屋外で置くことができるラックというところになるわけだ。はい。今ね、テーブルをどうやってしまおうか悩んでるおじさんがいますが、この人は一旦無視してください。はい。このルミナス EX というシリーズね。はい。段とかね、幅もね、いろんな種類あるんだけど、自分は180センチの、高さのものを、買いました。で、今のね、このポールがね、錆が強いですね。錆に強い耐性を持っているポールのラックになっていて、こんな感じでたくさん大容量のね、荷物を置くことができます。自分はもうキャンプ道具をですね、このように置いております。屋根がちょっとね、出ているんでね、雨に濡れる心配もほとんどないっていう感じです。さて、一段落ついたかなーなんて思ってたんですけど、そうそう、これも紹介させて。こちら、プエブコっていうところで売ってるリサイクルスチールトラッシュ缶ということで、筒状のね、ゴミ箱なんだよ、これ。そう。見た目がね、もう、ゴミ箱じゃないようなゴミ箱が欲しくて、これ一目惚れして買っちゃった。でね、筒だからね、奥まで掃除しづらいんじゃないかと思うんだけど、ちょうど腕がね、全部入るんでね、これすごくね、掃除もしやすくて最高でした。はい。このね、スチールゾーンとね、合うでしょ。さすがにシネマチックに撮るの疲れたな。12時回ってもう1時。ヨーグルトさっき食べてたシーンあったと思うけど、あれは撮影用にわざわざ一口食べただけなんで、飯も食っていないと。それでもあたい頑張るんだから。ということで次紹介するのがスチールラックの北島っていうブランドのスチールラックですね。これ Amazon で買ったんだけど、買った時からね結構傷とかね目立った、ものついてたんだけど、どんどんね傷つけて、なんかこう一生ものにしていこうかなっていうテンションで買っているから、それは良しとしてます。で、さらにこの無印のトタンボックスだね。これいろんな種類あるんだけれども、これカメラの機材とかね、撮影で使うようなものとか、仕事道具とかをこういろんな無印のトタンボックスのサイズに分けて、ラベリングして、分けて入れてるっていう感じですね。すぐに取り出せるようになるべく、どこに何を入れたか分かるようにしてるって感じだね。はい。必要な時、次の撮影こういうのがあるから、こういうのを持っていこうとか、そういう風にね、細かく分けて、使ってます。はい。引き出し型だとね、一番良かったんだけど、引き出しのそのトタンボックスがないんで、毎回こうやってね、蓋してやるという。ちょっとこれは面倒だけど、許容範囲かなって感じですね。そんなとこかな。ちなみに後日、スチールラックの下にですね、ウニコで買ったペルシャ柄のラグを買いました。こちら肌触りも最高で、見た目もぐぐっと一気にですね、おしゃれに上がったと思います。最高ですね。ありがとう。次買ったのこれ IKEA のねランプなんだけど、トベールハンドっていう名前のやつで1500円ぐらいでこんなね、可愛らしいランプが売ってる。さすが IKEA だね。すごくね、部屋にマッチしていいんじゃないかなと。で、さらにね、これ観葉植物なんだけど、これずっと昔から好きだったスパニッシュモスっていうね、学名だと薄根オイデスっていうのかな、エアプランツっていう、霧吹きとかにこうシュッシュってかけるだけでね、ずっとね、こう育ってくれるっていうことで、風水的にもこうね、悪い気を浄化してくれたりとか。はい、この後大事なですね、外出があるという程度小芝居をしながら、私、今急いでる体で小芝居をしております。はい、ハムスター並みの足の短さで今走っております。奥の方に見えるキャントマンみたいなのは、ハワイで妻が飼ったマラサダベイビーちゃんです。かわいい。はい。で、ちなみに寝室なんですけど、こちらですね。こちらも妻がかわいいストライプの、ストライプ&ボーダーのですね、布団カバーシーツを買って見つけてくれました。はい。私もですね、こちら一緒に買いました。かわいいよね。で、シーツはね、ベッドシーツ、
すいません、尺が足りなかったんで先行きますね。はい、ということで指輪をしてですね、イソップの私の、普段好きな香水をかけて普段お出かけするというようなこんな感じの一日でございます。はい。あんまりね、香水は叩かない方がいいなんてよく言われてますけどね。はい、ちょっと今日はね、小芝居ちょっとかかっちゃってるんで、思った以上に叩いていました。で、壁に取り付けられる家具、無印で買ったこのね、姿見最高です。これもね、かなりおすすめでございます。こんな感じで、いつも一日慌ただしく毎日過ごしております。以上で、上半期買ってよかったものをですね、ちょっとシネマチックに紹介しました。ありがとうございました。また、会おうじゃないの。ありがとう。